その日はガルディア王国が建国1000年を迎えた祭りの日だった。クロノは母に起こされて広場へと向かった。広場へ行くと、そこには露店が並び、笑顔があふれていた。クロノが歩いていると少女とぶつかってしまったため、彼女はペンダントを落としてしまう。クロノがペンダントを拾って渡すと、彼女はマールと名乗った。2人はすぐに打ち解け、一緒にお祭りを楽しむことになった。広場の奥ではクロノの親友ルッカが転送装置の実験を行っていた。クロノが挑戦した後でマールが試そうとすると、彼女の持つペンダントが反応し、彼女は時空の歪みに飲み込まれてしまう。クロノはそのペンダントを手に取り、マールを追って時空の歪みへと飛び込んでいった。タイムスリップ。マールを追って飛び込んだ時空の歪みの先は見慣れない荒野だった。クロノがさまよいながら進んでいくと、小さな村にたどり着き、そこで衝撃的なことが判明する。なんとここは400年前のガルディア王国だった。マールを探してガルディア城へ行くと、そこにいたのはお姫様の格好をしたマールだった。マールはガルディアの王妃リーネと似ていたため、行方不明になった王妃と間違われ保護されていた。再会を喜ぶ2人だったが、突如マールが光に包まれ消えてしまう。そこへクロノの後を追いかけてきたルッカと合流し、マールが消えた原因が判明する。実はマールはガルディア王国の王女でリーネの子孫だった。つまり過去の世界で救われるはずだったリーネを助けられず、歴史が変わってしまったためマールが消えてしまったのだ。クロノたちがリーネを探して古びた修道院を訪れた時、そこにガルディア王家の紋章が描かれた髪飾りを発見した。すると修道女たちは魔物に変わり戦うことになった。戦いに勝利したと確信した時、ルッカは隠れていた魔物に襲われてしまう。そこへカエルの剣士が現れ、危機を救ってくれた。カエルの剣士もリーネを探していて、クロノたちに同行することになった。修道院の奥にリーネと大臣を発見し、リーネを逃がすと大臣は魔物の姿に変身した。戦いの末、カエルとクロノの連携で魔物を打ち倒すことができた。クロノたちがリーネを連れて城に戻った後、カエルは一人どこかへ去っていった。そしてリーネを救出したことで歴史が戻り、マールはよみがえった。王国裁判。マールを現代に連れ帰ったクロノは王女誘拐の容疑で取り押さえられてしまった。裁判が行われ、大臣の陰謀で有罪となり、3日後に処刑されることとなった。そして3日後、クロノが処刑されそうになっているところにルッカが助けに現れた。逃亡する2人の前に強力なドラゴン戦車が立ちはだかったが、激闘の末戦車を破壊し、彼らは監獄から脱出した。そしてクロノたちがマールと再会したところにガルディア王が現れた。お前は一人の個人である前に一国の王女なのだぞ。マールは王女である前に一人の女の子なのと反発し、城出を決意する。マールはクロノたちと共に城を抜け出し、兵士たちに追われながら森の奥へと逃げていった。そしてそこで偶然ゲートを発見した彼らはその中へと飛び込んでいった。荒れ果てた世界。ゲートを通り抜けた先に広がっていたのは荒廃した世界だった。灰色の空、朽ち果てた建物、そして生命の気配が感じられない地上。果たしてここはいつの時代なのか。人々は地表を避け、ドームの中で暮らしていた。その生活は貧困と絶望に満ちていた。回復装置で命を維持していたが、空腹を満たすことはできなかった。彼らから廃墟を越えた先にあるアリスドームには食料があるという話を聞き、クロノたちはそこを目指すことにした。そして立ちふさがる警備ロボットやミュータントを倒しながら、なんとかアリスドーム地下の食料貯蔵庫にたどり着いた。しかしそこにあった食料はすでに腐っていた。
そして食料貯蔵庫の奥には男の亡骸が残されており、その手には何かの種子が握られていた。アリスドームには情報センターがあり、元の世界に戻るゲートはプロメテドームにあると分かった。その時ふとマールが「ここを押したら何がわかるの?」とスイッチを押してみると、 AD 1999年ラボスの日記録という映像が流れ始めた。それは地中から現れた巨大なモンスターが世界を破壊する映像だった。この荒廃した世界はクロノたちの未来の世界だった。これが私たちの未来なんて、そう絶望するルッカに、そうだよ、変えちゃおう、クロノが私を助けてくれたみたいに、とマールが提案した。過去に戻りラボスを止める。彼らは未来を変える決意をするのだった。クロノたちは元の世界に戻るためゲートがあるプロメテドームへと向かった。するとそこで放置されていたロボットを発見する。ルッカが修理しようとした時、マールは襲われるかもしれないと止めようとしたが、そうならないように修理するとルッカは答え、作業を始めた。数時間後、ロボットは動き始め、クロノたちは彼にロボと名付けた。そしてプロメテドームの電源を復旧させるためロボと共に工場跡へと向かった。そこにはロボの仲間が稼働していたが、彼らはロボ、侵入者を攻撃しない欠陥ヒントに激しく攻撃してきた。クロノたちはボロボロになったロボを救出しプロメテドームに持ち帰った。ルッカはロボを再び修理しながら治ったら何がしたいかを聞いたが、ロボは答えられなかった。修理が終わった時、ロボの心は決まっていた。やりたいことはあなた方と一緒に行くことですと答え、クロノたちと共にゲートに飛び込んだ。時の最果て。ゲートを出るとそこは不思議な空間だった。果てしない暗闇の中に一本の古びた街灯が薄明かりを放っていて、街灯の下には一人の老人がいた。その老人によると、ここは時の最果てと呼ばれ様々な時代に通じている。そして違う時間を生きる者が4人以上で時空の歪みに入るとここにたどり着いてしまうらしい。クロノたちはこれから3人で行動することにした。そして扉の奥にいた戦いの神スペッキュが魔法について教えてくれた。その昔、魔法で栄えた王国があり、その国では皆魔法を使えたが魔力に溺れ滅びてしまい、それから魔族以外は魔法を使えなくなったそうだ。しかしクロノたちが持つ魔法の素質をスペッキュは解放してくれた。新たな力を手にしたクロノたちはラボスを止める手がかりをつかむため現代へ戻るゲートへと足を踏み入れた。